盲腸と聞くと、あなたはどんなイメージをお持ちでしょうか。多くの方が可能して痛くなる厄介な臓器、昔は役立たずとされていた取るに足らない器官といった認識をお持ちかもしれません。実際に急な腹痛で救急搬送され、虫垂炎と診断されて手術を受けた経験を持つ方もいらっしゃるでしょう。私たち日本人は子供の頃からこの虫垂、すなわち一般的に言う盲腸は進化の過程で退化した現代人にはもはや機能を持たない無用の長物だと教えられてきました。しかしもしその定説が現代医学の進歩によって完全に覆され、実は虫垂こそが私たちの命を守る免疫の秘密基地であり、腸内環境をリセットする究極の金庫だったとしたら驚かれるのではないでしょうか。近年この小さな袋状の臓器に対する医学界の認識は劇的に変化しています。特に免疫学と腸内細菌学の分野で虫垂が担う予想外の重要な役割が次々と解明されているのです。階段を上るだけで息切れがする、風邪をひきやすい、体調が優れないといった日々の不調の裏には、もしかすると腸内環境の乱れと虫垂が持つ免疫機能が深く関わっているかもしれません。この動画では無用な臓器という古いレッテルを剥がし、虫垂が私たちの健康、特に免疫力と腸内細菌層のバランス維持にどのように貢献しているのかを最新の科学的根拠に基づき分かりやすく解説いたします。また虫垂炎という緊急事態がなぜ起こるのか、そのメカニズムと、もし手術で虫垂を切除した場合その後の腸の健康をどのように守っていくべきか、具体的な生活習慣のヒントまで深く掘り下げていき、真面目な人ほど腹痛を我慢してしまいがちですが、虫垂炎は進行が早く命に関わることもある緊急性の高い病気です。この知識はあなた自身や大切な家族の健康を守るためにきっと役立つはずです。今日の動画を最後までご覧いただくことで、あなたは自身の体の仕組みについてより深い洞察を得ることができ、日々の健康管理に対する意識が変わるでしょう。さあ、一緒にこの小さなしかし驚くほど重要な臓。これまで虫垂は解剖学的には大腸の始まりである盲腸の先端に付着した細長い袋状の器官として知られてきました。その長さは成人でだいたい5センチから10センチほどです。この虫垂がなぜ無用の長物とみなされてきたかというと、その背景には進化論があります。かつて草食動物の祖先は繊維質の多い食べ物を消化するために大きな盲腸と虫垂を持っていましたが、人類が雑食化し食物を調理。しかしこの進化論的な解釈は虫垂の構造を詳細に調べた現代医学の発見によって見直されました。虫垂の壁を顕微鏡で見ると、その粘膜の下層には驚くほど高密度にリンパ組織が集中していることが分かったのです。このリンパ組織の集合体こそがエンガルト、すなわち腸管関連リンパ組織と呼ばれるもので、私たちの全身のリンパ組織の中で最も大きく複雑なネットワークを形成しています。リンパ組織というと扁桃腺や脾臓を思い浮かべるかもしれませんが、虫垂はまさにその免疫組織のトレーニングセンターのような役割を担っているのです。体内に侵入しようとする異物や病原体を監視し、細胞や細胞といった免疫細胞を教育成熟させることで、局所的な免疫応答、特に粘膜免疫の主役である分泌型
SIGA の賛成を強力にサポートしています。ここで、虫垂が持つ2つ目のそして、最も注目すべき機能についてお話しします。それが、共生細菌、善玉菌の安全な貯蔵庫、すなわちリザーバーとしての役割です。想像してみてください。もしあなたが激しい下痢や強力な抗生物質治療によって腸内環境が完全に破壊されてしまったとしたら、どのようにして健康な腸内細菌層を回復させる必要があるでしょうか。通常の腸管では、病原体が侵入すると体は水分を一気に排出し、物理的に病原体と共生菌の両方を洗い流そうとします。しかし虫垂は大腸の入り口付近にありながら、その構造が細く入り口が小さいため、この急速な水の流れや物理的な排出から内部の細菌コミュニティを守ることができます。虫垂の内部では、健康な腸内細菌が特殊なバイオフィルムという保護膜を作り、まるで何個この金庫に貯蔵されている健康な細菌たちは、腸内環境が最悪の状態になった後に、少しずつ本流へと放出されます。これは、工場でいうリセットボタンを押すようなものです。虫垂から放出された多様な善玉菌が交配した大腸内壁に再び定着し、新しい健康な細菌層を迅速に再構築するのを助けるのです。つまり虫垂は、私たちの腸内環境にとって自然治癒力を高めるための最後の砦と。この機能は、特に発展途上国や衛生状態の悪い地域においてコレラや重度の感染性胃腸炎から回復するために極めて重要だと考えられています。現代の清潔な日本では、その機能が目立たないかもしれませんが、抗生物質が乱用されがちな現代において、このリザーバー機能の価値はますます高まっています。それでは、この大切な臓器に起こる緊急事態、すなわち急性虫垂炎について詳しく見ていきましょう。虫垂炎は、適切な治療が遅れると命に関わるため、初期の症状と進行を知っておくことは非常に重要です。虫垂炎の発生率は、主に10代から30代の若年層にピークがありますが、高齢者でも起こり得ます。虫垂炎が発症する原因のほとんどは、虫垂の入り口内腔が詰まってしまう閉塞です。この閉塞の主な犯人は、クソ石噴石と呼ばれる固く石灰化した瓶の塊です。その他にも、リンパ組織が腫れて入り口を塞いだり、異物や稀に腫瘍が原因となることもあります。閉塞が起こると虫垂内部で粘液が分泌され、続け出口のない風船のように内圧が上昇します。これにより血液の流れが妨げられ、虚血内部の細菌が爆発的に増殖します。炎症が急速に進行すると、虫垂の壁が壊死し始め、これが激しい痛みとなって現れます。最も特徴的な症状の進行は、痛みの移動です。虫垂炎の初期段階では、痛みはまだ臓器自体の内臓痛として感じられます。この内臓痛は神経支配の関係で、多くの場合へその周りやみぞおち付近に鈍い痛みとして現れます。この段階では、まだ痛みの場所が特定し、肉食いが痛いのかな、ただの腹痛かなと見過ごされがちです。しかし炎症が進行し、虫垂の壁を突き破って、腹腔の内側を覆う腹膜壁側、腹膜にまで達すると痛みは劇的に変化します。炎症が局所的に腹膜を刺激することで、痛みはシャープで明確に限定された場所に移ります。これが多くの人が盲腸の痛みとして
認識する右下腹部の激しい痛みです。この右下腹部の痛みは、通常へその周りの鈍痛が始まってから、およそ6時間から12時間後に起こります。痛みが局所化すると咳をしたり歩いたり押された、お腹が跳ね返るとき反調痛に非常に強く感じられるようになります。これは炎症が腹膜を刺激している明確なサインであり、すぐに医療機関を受診すべきレッドフラッグ、つまり危険信号です。虫垂炎の診断は、この典型的な症状の経過に加えて、血液検査での白血球増加や炎症反応の上昇、そしてスキャンや超音波検査によって行われます。特に症状が非典型的であったり炎症がすでに進行している高齢者や妊婦さんの場合は診断が難しくなるため、画像診断が不可欠です。もしこの急性虫垂炎を放置してしまうと、最も恐ろしい合併症である先行先行、すなわち虫垂の破裂が起こります。破裂によって虫垂内の感染物質脳や細菌が腹腔全体に漏れ出し、腹膜炎を引き起こします。腹膜炎は腹腔全体に炎症が広がり、高熱、全身の硬直、そして命に関わる敗血症へと進行する可能性がある極めて危険な状態です。この段階に至ると手術はより複雑になり、回復までしたがってへその周りから始まった痛みが右下腹部に移動し、食欲不振や吐き気を伴う場合は、たかが盲腸と甘く見ずに迷わず救急外来を受診することがあなた自身の命を守るための最優先事項となります。早期の診断と治療によって多くの場合、腹腔鏡手術という低侵襲な方法で安全に治療することができます。ここで虫垂に関する長年の誤解と真実について改めて整理しておきましょう。誤解その1、虫垂は人間にとって全くの無用な臓器である。誤解その2、虫垂を切除しても健康には全く影響がない。これは虫垂が持っていた共生細菌のリザーバーという役割が失われるためだと考えられています。抗生物質の乱用などで腸内細菌層が破壊された後にディフィシル菌が異常増殖することで起こる重篤な下痢症です。虫垂があれば破壊された腸内環境を迅速にリセットできますが、虫垂がないとそのリセット機能が失われるため、再感染や治癒の遅延リスクが高まる可能性があるのです。誤解その3、虫垂炎の痛みは最初から右下腹部にある。では、もしあなたがすでに虫垂を切除している場合、あるいは虫垂の免疫機能を最大限に生かし腸内環境を健康に保ちたいと考えるならば、どのような生活習慣を心がけるべきでしょうか。鍵となるのは、虫垂の機能が依存している腸内細菌層の豊かさを支援することです。虫垂は細菌を貯蔵する場所ですが、その貯蔵されている細菌が多様で健康でなければ意味がありません。つまり日頃から腸内に多様な善玉菌を育むことが虫垂の機能をサポートする最良の方法となります。実践、腸内環境を整えるための食事戦略。戦略その1、多様な食物繊維の積極的な摂取。具体的な食習慣の例。戦略その2、発酵食品によるプロバイオティクス摂取。戦略その3、不必要な抗生物質の回避。もし抗生物質を服用した場合は、服用中から服用後数週間に
渡り食物繊維と発酵食品の摂取を特に強化し、失われた腸内細菌を積極的に再補充する努力が必要です。注水、切除後の長期的な健康維持。注水を切除した方、つまりリセットボタンとなる貯蔵庫を失った方は、特に意識的に腸内環境のバランスを維持することが求められます。1、腸内細菌移植乗り換え。2、免疫システムの総合的なサポート。3、適度な運動。虫垂炎の危険信号を再確認する。虫垂の免疫機能が重要であることを知ったとしても、虫垂炎はあくまで急性で進行性の病気です。初期症状を見逃さないことが健康を守る上で最も大切です。危険信号レッドフラッグ。特に高齢者や痛みに強い真面目な性格の方は痛みを我慢してしまいがちです。しかし腹膜炎に移行すると緊急度が格段に上がります。これらの症状に気づいたら様子を見ようと判断せずに速やかに医療機関消化器内科または外科を受診してください。虫垂の進化と現代医学の洞察詳細メカニズム。虫垂がなぜ免疫の秘密基地となり得たのか、その解剖生理学的な背景をも少し深く掘り下げてみましょう。虫垂は他の腸管と比較して内腔に瓶が止まりやすい構造をしています。この止まりやすさこそが共生細菌が安定したコミュニティバイオフィルムを形成するのに理想的な環境を提供しています。このバイオフィルムは細菌を物理的に守るだけでなく、免疫細胞との相互作用においても重要な役割を果たします。虫垂内の L はこのバイオフィルムに存在する抗原細菌由来の分子を常に監視し、免疫反応を訓練しています。これは私たちの体が腸内の善玉菌を敵として攻撃せずに共存させるための免疫寛容を確立する上で不可欠なプロセスです。この免疫寛容のトレーニングは特に幼少期に重要であると考えられています。虫垂のリンパ組織は思春期頃に最も活動が活発化し、その後加齢とともに徐々に縮小していきます。これは人生の初期段階で多様な細菌に出会いそれに対する免疫応答の基盤を確立することが長期的な健康にとって非常に重要であることを示唆しています。研究の中には幼少期に虫垂を切除した人の中にはそうでない人に比べて一部のアレルギー疾患や自己免疫疾患の発症リスクがわずかに異なるという報告もありますが、これはまだ大規模なデータで確証を得るに至っていません。しかし、この小さな臓器が私たちの免疫システムの複雑な設計図の一部であることは間違いありません。また虫垂は単に細菌を貯蔵するだけでなく神経内分泌細胞も豊富に含んでいます。これらの細胞は消化管の運動や分泌を調節するホルモンを産生しており、虫垂が腸管全体の恒常性ホメオスタシス維持にも貢献している可能性が示唆されています。つまり虫垂は免疫細菌神経という3つの重要なシステムが交わるミニチュアの制御センターのような場所なのです。腸内細菌層の多様性を守るための小さな習慣。虫垂の有無にかかわらず、私たちの健康は腸内細菌層の多様性に強く依存しています。この多様性を高め守るために、日々の生活で実践できる
具体的な小さな習慣をさらに見ていきましょう。習慣その1、発酵食品の多様化。習慣その2、食卓に色と旬を取り入れる。習慣その3、ストレス下の食べるものを意識する。習慣その4、過度な消毒を控える。虫垂炎の予防と生活習慣。虫垂の免疫機能を生かしつつ同時に、虫垂炎のリスクを避けるための生活習慣の調整についてまとめます。虫垂炎の発生は、構造的な問題、閉塞に起因するため、直接的な予防法はありませんが間接的にリスクを減らすことは可能です。予防的アプローチ。1、便通の安定化。2、炎症を抑える食生活。3、適正な体重の維持。医療の進歩と虫垂の未来。現在、虫垂の重要性が再認識されたことにより、医療現場での虫垂炎の治療方針にも変化が見られます。合併症のない非先行、性急性虫垂炎の場合、一部の医療機関では、緊急手術ではなく、強力な抗生物質、投与による非手術的治療が試みられるケースもあります。しかしこれは、まだ一般的な標準治療とは言えず日本では、依然として手術アペンディ、切除術が第一選択です。なぜなら、非手術的治療では、再発リスクがあること、そして何より虫垂がすでに壊死しているか先行寸前の状態にあるかを完全に正確に診断することが難しいためです。先行の危険性を避けるため、日本の外科医は迅速な切除を選択することが多いのです。この議論の背景には、虫垂の機能を存すべきか否かという新たな倫理的医学的な問いがあります。特に若年層において、免疫トレーニング機関としての虫垂の価値を考慮すると、不必要な切除は避けたいという考え方も生まれてきています。しかし現時点では、命を救うという観点から、急性虫垂炎が疑われる場合は、迷わず手術を選択するのが最良かつ最も安全な方法であることに変わりはありません。最終的に重要なのは、虫垂があろうとなかろうと、私たちは腸内細菌層というも一つの臓器と共生しているという事実を深く理解することです。腸内環境を整えることは、虫垂の免疫貯蔵庫としての役割を最大限に生かすことにつながり、もし虫垂を切除したとしても、失われた機能を他の方法で保管し、健康を維持するための最も確かな土台となるのです。まとめと最終的な洞察。今日の動画で、私たちは虫垂が持つ驚くべき2つの主要な機能について学びました。第一に、免疫の用としての機能です。第二に、細菌のリザーバーとしての機能です。これらの発見は、無用の長物という長年の誤解を打ち破り、この小さな臓器が持つ、私たちの健康維持における深い意義を示しています。私たちは、虫垂の有無にかかわらず腸内環境を愛し守ることで、健康寿命を延ばしより充実した人生を送ることができます。今日から実践していただきたい最も重要な3つのステップを再確認しましょう。ステップ1、食物繊維と発酵食品の多様な摂取。ステップ2、急性腹痛の危険信号を見逃さない。ステップ3、腸内細菌層を守るライフスタイルの確立。今日からの小さな変化が10年後の、そして100歳時代のあなたの健康を作ります。
健康的な毎日を築くために、この動画の情報を役立てていただければ幸いです。最後に、重要なお知らせがあります。この動画は、教育情報提供を目的としたもので、あり医学的診断や治療の代替となるものではありません。個々の身体状況によって、適切な対応は異なりますので、気になる症状や持病がある場合は、必ず医師や専門家の診断を受けてください。特に急激な痛みや体調変化がある場合は、迷わず医療機関を受診してください。あなたの健康は何よりも大切です。自己判断せず。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。あなたの健康的な毎日を心から応援しています。また次の動画でお会いしましょう。